近レンズの計測に使用するオシロスコープについてを説明していきます。ボタンとかノブとかいっぱいついてておっかない機械に見えるんですけれども、オシロスコープの基本的な使い方というのはそんなに難しくありません。オシロスコープは電圧信号の時間的な変化を二次元のグラフとして表示し観察するための機械です。例えば今このオシロスコープは横軸方向の位置メモリが 0.1 秒、縦軸の位置メモリは1ボルトという設定にしてあります。今このオシロスコープには何の信号源も入力していませんので、縦軸の電圧の変化は起こりません。それに対して横軸は位置メモリが 0.1 秒ですから、10メモリで1秒間。この1秒間かけて緑の点がグラフ左端から右端へと移動することによって時間の経過を表しています。例えば一般的な乾電池、これ 1.5V ぐらいなんですけれども、こうした乾電池をオシロスコープにつないでやることによって乾電池を接触させると緑の点がピョンと少し高い位置に飛んだことがわかります。離すと元の高さに戻ります。オン、オフ、オン、オフ。こんな感じです。緑の点が持ち上がる高さはだいたいグラフ上で 1.5 メモリ弱ぐらい。先ほど言った通り、今このオシロスコープは1メモリが 1V という設定ですから、1.5 メモリでだいたい 1.5V と、この乾電池の電圧がオシロスコープに入力されたことがわかります。もちろん乾電池の場合ですと、この 1.5V という決まった電圧値がかかったりかからなかったりということで、ステップ上の変化しか起こらないわけですが、実際の生体信号の場合は時々刻々と変化する電圧の値をその時間に対する変化の仕方の波形として観察をするということになります。電圧信号の時間変化を観察するこのオシロスコープにおいては、横軸の時間と縦軸の電圧、それぞれについてそのスケールを調節することにより、見やすい形に波形を表示して観察することが重要になります。例えばこのオシロスコープ、横軸の位置メモリは 0.1 秒ということでしたが、この設定を位置メモリ 0.05 秒という風になるように設定をしてみました。位置メモリが 0.05 秒ですから、10メモリで 0.5 秒間。0.5 秒でグラフの端から端まで移動しきらなければならないので、緑の点の移動速度が先ほどまでよりも速くなっていることがわかります。データの観点から言うと、0.5 秒分のデータをグラフいっぱい使って表示をするようになったということですから、時間軸の方向によりデータにズームインをして観察をするようになったと言い換えることもできます。同様に縦軸方向に関しても1メモリ 1V だった設定を1メモリ 0.5V となるように変化させてみました。先ほどと同じ乾電池、これをつないでみますと、乾電池の接触によって緑の点が持ち上がる大きさが先ほどまでよりも大きくなったことがわかります。オン、オフ、オン、オフ。こんな感じ。緑の点が跳ね上がる大きさは、だいたいグラフ上で3メモリ弱という感じです。1メモリが 0.5V の設定ですから、3メモリ弱で、おおよそ 1.5V 弱という電圧がかかったことがわかります。乾電池自体の電圧は同じですけれども、先ほどと比べると縦軸の電圧方向にデータを拡大して観察をしているということがわかります。こんな風にオシロスコープでは
横軸の時間と縦軸の電圧、それぞれのスケール、拡大率を調節することによって、見やすい形で波形を観察することが重要です。